ちょっとね暗い話になりがちになっちゃいますけど、まず一つはですね、その牛乳があまり売れないっていうことで牛乳の値段が上がらないっていうことですよね。値段っていうのはその農家が牛乳売った時の値段ですね。でそれに対して餌代と光熱水費はもうぐんぐん上がっちゃってて、ですから上手な経営をしてるところでも、赤字経営っていうのが珍しくないっていう状況になってます。温暖化はじめですね、その暑熱対策、ヒートストレスですね、牛にかなり扇風機とかを当ててやって涼しい環境を用意してやんないと、もう極端な話暑すぎて死んじゃうぐらいになるんですよね、牛ね。だからこう扇風機ガンガン当ててやりたいんだけど、そのためには電気がかかっちゃうと。で電気代がもう値上がりがもう半端ないですから、これからは餌も国産なり、自分の畑で取る、電気も自分のところで自前で調達できるような方向性が求められる時代になってくるかもしれないですね。自然電力さんの方からですね、その畑で餌も取りながらいい草も取りながらでもエネルギーも生産できるよっていうようなプランをいただいてですね、これは面白いと、今の酪農に非常にヒットするマッチするですね、明かりの見える計画だなということで、ぜひその実証研究やらせてくださいということで、むしろこちらからもお願いしたぐらいな感じですね。垂直式ソーラーはまず地面を塞がない、したがって地面が元通りの用途で活用できるということが一番だったんですけども、もう一つ我々が仮説を立ててたのは、この地面の反射光を拾ってより発電するんだろうということでした。で特にこれは雪国においてその効果が反射光がより強く取れるだろうというのは予測してたんですね。でそういった意味でどうしても北海道でやってみたいなと。我々毎日この発電状況をモニタリングしてますが、周囲のメガソーラーと比べて、何割か、多い発電量が出てくるということで、その効果は十分出てるなと思ってます。こちらのパネルですね、両面受光ということで、こちら側とあとリア側の両面受光して発電します。その特徴を生かしまして、日の出とともに発電を開始して、あとは午後から夕方にかけてもまたさらに発電するという特徴があります。今回北海道における営農型の太陽光発電設備ということで、重機が非常に大型のものになりますので、その重機が太陽光パネルの間を通れるように、今回実験的に8メートルから10メートルの間隔をとってパネルを配置いたしました。この牧草地は基本的にその夏場しかその牛の餌として使わないので、この冬の期間こういうふうにソーラーパネル立てることで要するに発電できるっていう利点がこれから生まれると思いますので、その発電もできる限りやっていただくと酪農の経営にとても有効になりますので、そこら辺をちょっと今期待しているところです。日本という国は2050年にカーボンニュートラルを達成するんだっていう目標を持っている中で、実はまだまだ再生可能エネルギーが足りてないと。そういった中で、特にこの北海道の広い農地とか牧場っていうのは注目されてるし、じゃあこの農地を太陽光で塞いでいいのかっていうのは常に議論になってきたと。でところがこの縦型で両立できるということになれば、これ全くこの前提条件が変わってくるということなんですよね。その辺本当に大きく期待しています。電気代高騰している中で、自分のところの電気を賄えるということ、場合によっては売電することによって収益を上げれるということですけども、ご覧の通りですね、冬は単なる土地なんですよ、牧草地っていうのは。なんですけど冬にもかかわらずここからエネルギーっていう生産物を得ることができてるっていうのは、これはもうパラダイムが大きくシフトするようなですね、
大きな価値観の変化だと思います。で一方ですね、夏になった時に今までと遜色ない状況で牧草が取れるんであれば、牧草を収穫するっていう部分と同時に夏は夏の強い光で発電するっていうことで、一枚の畑から得られるやっぱり生産物としては2階建てになって、より効率が上がるっていうことになりますね。だからそこはこれから研究してデータを取っていかなきゃならないんですけども、僕たちとしても大きく期待を寄せているところです。